はい、こんばんは、こんにちは。おはようございます。ブトロです。今日もようこそ秘密基地にいらっしゃいました。今日はですね、2024年6月15日土曜日、のこの秘密基地の動画とはなっているんですが、もう実質はですね、ちょっと日付変わってしまって、6月16日の日曜日となりました。はい、ということでですね、16日といえば、はい、記念日ジュニアということでおめでとうございます。こんな日に、動画を撮っているんですけど、記念日ジュニアとはね、そもそもなんぞやっていう方ももしかしたら、初めて見てくれた人とか最近知ってくれた人は思ってるかもしれないんで、簡単に説明すると、今僕はね、交際10年になる、ずっとお付き合いしている彼氏、兼旦那、ダーリンがいるんですけど、愛する人が。それがゆうちゃろっていう方で、もう付き合って10年になるんですけど、何回言うねんって感じですけど、もうアピールしておきますね。10年ですよ。すごくないですか？もうほんといろんな時間を共に過ごしてきたんですが、で、お付き合いした日が1月16日なんですよ。で、皆さんもね、お付き合いしてる人とか大事に、思ってる人がいれば記念日って結構覚えてると思うんですけど、で、その16日ですね、僕たちは1月16日に付き合ったので、その日にちを大事にしてるんですよ。その16日っていうの。なので、毎月毎月、もう2月16日、3月16日、4月16日みたいな感じで、毎月毎月16日は、こう、お互いにね、記念日ジュニアおめでとうっていうのを言い合っていたり、もうほんと毎月やってます。で、さらには夜とかになるとね、こうちょっといつもよりお高めな、ちょっとリッチな、ご飯を食べに行って、こう、二人でこう、称え合ってるっていうの。一緒に今日も入れて嬉しいね、みたいな感じで、ずっとずっとお祝いしてきた大事な日です。で、そんな大事な日の動画だからこそ、ちょっとね、リクエストいただいている動画の企画があって、っていうのも、僕のね、この秘密基地個人チャンネル始めて、やっともう1ヶ月ちょっと経つのかな。ありがたいことに年内目標であったチャンネル登録者1000人を無事達成いたしまして、で、今、さらにね、ダブルスコアということで、チャンネル登録者2000人目指している途中なので、ぜひチャンネル登録まだの方は、ぜひご協力いただきたいんですが、そのチャンネル登録者1000人行く途中の段階に至って、リクエストをいただいてたんですよ。もし目標達成できたら、なんかしてほしい企画とかありますかっていう、ちょっと還元の気持ちを込めて、いつも応援してくれてる方への感謝の気持ちも込めて、なんかしてほしい企画とかあればお答えしますって言ってて。でも何人かの方のリクエストはもう、何本かも動画撮り終わってって、もうね、公開もしてるんですが、そのうちの一つに、ちょっとゆうちゃろうさん、豚の相方のゆうちゃろうさんに対する、こう、のろけ話をしてほしいっていうのが何人かの方からいただいてて、で、中でも、こうね、チャンネル登録者1000人にかけて、1000秒間、せっかくなら、ゆうちゃろうさんに対してのこののろけ話、今まで話してこなかった思い出話だったりとか、何でもいいんで、みたいな感じで、できれば、なんか今まで聞いたことない話がいいっていうリクエストをもらってたんですが、とりあえず1000秒間ひたすら、のろけてほしいっていう、ことをいただいたので、1000秒ってだいたい分に直すと16分なんですよ。なので、16分間、ひたすら、なんか好きに、ちょっともうあんまりこう枠にとらわれず、なんか今まで話したこともちょっと話しちゃうかもしれないけど、なんかもう YouTube に対する愛を、なんか思い出話だったり、もう愛をね、ひたすらちょっと今日は語り尽くす動画にできたらなと思ってるので、ちょっと本当にのろけが嫌いな人にとってはただただうざい動画になると思いますが、ぜひお付き合い願います。じゃあ4分になったらもう始めちゃおうかな、早速企画スタートです。いや、緊張する。ちょっとね、この2人の大事な時にはよく流してる曲があって、こちらの曲を流しながら、スタートしたいと思います。あ、スタート始まりました。じゃあ16分間。どうも全然ちょっとね、台本も考えてないんで、あるがままに話しますね。用意スタートです。どうしよう。ちょっと慌てず、ゆっくり喋ろう。ゆっくり落ち着いて。そう。だいたい20分過ぎたぐらいまで喋るね、じゃあ。そもそもさ、ブー太郎とゆうちゃろうって、もう出会いの馴れ初めからして、もう結構重いというか、闇深いというか、もう決して褒められた出会い方じゃなくって、すべてこの僕、ブー太郎が、招いた最低なことだったんですが、ここのね、内容は、もうぜひよかったら本チャンネルの UV カップルのチャンネルがあって、概要欄に今回貼っとくので、そこの出会いの馴れ初め前編後編、2つあるので、そちらの話をちょっと聞いてもらえた方が分かりやすいかなと思うので、そちら聞いていただいて、またこの動画見てもらったら
わかりやすいかなと思うんですが、もう本当に僕はもう最低人間でした。うん。今思い返すと、今思い返すとか思い返さなくても、もう当時から最低なやつだなって自分のことを思って、いたんですが、ゆうちゃろうと出会ってね、本当に僕は、本物の愛を知りました。知ることができました。うん。もう本当に感謝しています。僕はもうどちらかというと、いろんな人生において、何を優先に生きるかっていうのってあると思うんですよ。お金が人生では一番大事だろう。愛が大事だろう。仕事が大事だろう。趣味が大事だろう。なんかいろいろあると思います。でその中でも、一つって結局選べないけど、なんか自分の中で、なんかあると思うんですよね。自分は仕事が、生きがいだとか。で、ブータロはどちらかというと、本当に、うん、仕事が結構優先順位が高かった時代が昔若い頃は多くって、なんか恋愛ってあんまり興味なかったんですよ。もう昔から、小学校ぐらいの時から、もう、なんか全然恋愛ってよくわかんないみたいな。なんかどちらかっていうと自己中というか、自分がどれだけ人生を楽しめるかを大事にしたいっていう人だったので、で、ブタロウっていうのは、ちょっとあんまり言いたいくはないけど、結婚していて、時期があって、その時も、その時で、ブタロウは、それが愛だと思っていました。うん。愛されること、それを返すことが愛だと思っていて、その時はその時なりの全力の愛で向き合ってたつもりなんですけど、でも、結果行動が全然、うん、ひどいことばっかりを繰り返していたので、あの大事にできてなかったと思います。本当の意味でね。その頃は自分なりの大事さをしっかり持って相手に接してたつもりでしたけど、うん。ゆうちろうと出会って、本物の愛っていうのは、これだっていうのを、なんか今も確信しています。多分これ以上の愛は、ゆうちゃろうとじゃなきゃ、育めないなって、確信を持ってます。もしかしたらそれって、浅はかだよっていう声も聞こえそうだけど、なんか本当に、もうブータローの中では確信しています。で、そうだなもういろんな思い出があるんですけど、正直、いい思い出ばっかりじゃなかったというか、辛かった思い出が結構どちらかというと、なんだかんだ、辛かったも違うな。なんか思ってたのと違うっていう生活が、なんかすごい長く続いてて、そう。だからすごいこれもある意味、ブータローの中ではのろけです。うん。でも順番にちょっと話したいかな。なんか難しいね。うまくのろけるっていうのが難しくって。なんかもっと、もう大好き大好きみたいな、なんか動画にしたかったけど、やっぱゆうちゃろうとの思い出を語るってなると、やっぱりね、綺麗だけじゃ無理なんですよ。どうしても。どうしても重たく話しちゃうというか。うん。ごめんなさい。多分ご希望通りの動画じゃないかもしれないけど。うん。やっぱり最初の出会いはね、もうゆうちゃろうに対してめちゃくちゃチャラそうな男というか、もう、写真の時点でブタロウ、てかその出会いの目的、そもそも出会うきっかけは体目当てでしかなかったので、なんとなくかっこいいな、みたいな。で、電話しても、生意気な年下男やけど、別にやるだけだし、みたいな。もう最低だけど。いっか、みたいな軽いノリで実はあって。でも実際直接会ったらさ、どんな、なんか写真よりかっこいいんかなとか、写真よりなんかちょっとイケてなかったらどうしようとか、本当に、なんだろうね、もう本当にチャラ男の考えでいました、ブータローは。で、そこで現れたのが、なんか、ゆうちゃろうでしたね。思ってたよりチャラい。なんかすごいチャリに乗ってきてて。なんかチャリとか、なんか乗ってそうやけど、乗ってなさそう。なんかバイクとか乗ってそうやのになんかチャリで来るんやっていう、なんかその原始的な、なんかとこにちょっとギャップを感じながら、もういきなり、今っていうか昔からあかんけど、やっちゃいけない、二人乗りをしてね、ブー太郎は駅まで、行くんですよ、彼の最寄り駅。彼の住んでる家の最寄り駅の駅まで足を運んで、そこでチャリで迎えに来てくれてね。今でも忘れへんな、なんか、可愛らしさ。なんかもっと生意気そうで、ほんとバイクとか、なんかそっちのなんかもっと大人な感じで来るのかなと思ったら、なんか学生時代、だって当時あったのがもうブータロも20代前半とはいえもう25とかやったんかな ?4、5の時に出会って。ゆうちろはまだ20代前半でしたけど、2個下なんでね。でもなんかすごいなんか高校生みたいなさ、なんか懐かしさを、なんか出会った瞬間になんか思って。
でもなんかもういきなり愛嬌もあってさ、なんかすごい、いきなり話もしやすかったんですよ、自然と。で、もちろん体の関係も早速結んで、なんかあの時もなんかすごい、確か六甲山やったと思うんですけどね、六甲山の近くのなんか脇道に入って、ちょめちょめしたのが始まりやったかな。で、もうこれはもう何回も話してるけど、すごいブータルその時服屋さんで働いてたので、もうブーツとかバリバリ毎日同じような靴を履いてたから、もう足が臭いのがすごいね、なんか気にしてて。まあ、実際臭かったらしいけど。うん。なんかそう、匂いとか気にしながら足だけの。でもいきなりさ、扉、じゃあ、扉っていうかその目的地に着いた瞬間止まるやん、車。それまではなんかたわいない話してるよ。自己紹介的な。なんか、はじめましてみたいな。なんか、やりとりとか、電話とかありがとうございましたみたいなとかさ、ちょっとよそよそしく今思ったらさ、もうあの時のタイムマシーンなんか乗れるなら、ちょっとその頃に行きたいな。ブータラあんま未来を見たいと思わない人なので、過去に行ってあの時の出会った当初の初日の自分たちちょっと見てみたいな。どんな感じだったんでしょうね。なんか、想像でちょっと話してるので、確定な話ではできないけど、でもほんといきなり車止まった瞬間に、もうブー太郎の大事なバナナをもう突然触ってきてさ、でも興奮したな。なんかあの時。気持ち悪いけど。気持ち悪いなと思われたかもしれんけど、なんかすごい、なんかもう、ムラムラモードだったので、ブー太郎も。なんかいきなり来るんやっていう感じで、もう若かったし、なんかそう、もうそれ目的で行ってるからさ、なんかいきなり大胆で、なんかもうそういう、なんだろうな、エロさは好きなので、いきなり来る感じとか、最高やんみたいな感じで思ってたのを覚えてます。で、もう暑い夜を過ごして。でね、まあその後財布を忘れる事件になるのかな、確か。何日かもしかしたら間があったかもしんないけど、ちょっともうね、随所でしか記憶がなくって。で、もう、ブタラは下手したらもう一夜限りかなって。そう。てかそういう遊びをしなきゃいけないと思ってたんですよ。のめり込んではいけないっていう思ってたし、もちろん大元の家族がブー太郎にはいたから大事にしなきゃいけない存在が。で、大事に思ってたし、だけど、ちょっと体とか遊びは別って思ってた、最低の時期だったので、その時は。まあ、女性の方と結婚してましたから。でもやっぱり、こう男性との夜の、こう、営みが、どちらかというと本当の意味で興奮するし、やっぱ求めてしまう自分がどうしてもいて、どうしても遊びがやめられない。だからそのうちの一人でしかブータの中では本当なかったんです。だからそうしなきゃいけなかったんですよ。ねえ、まあ本当はね、そういう人さえも作っちゃいけないんですよ。ダメなんですよ。もうこれは反面教師として聞いてほしいんですけど。ねえ、まあ、なんかもうね、何のいたずらなのか、もうブータの中ではなるべく会わないようにしようと思ってたのにもかかわらず、そのゆうちゃろうの財布を預かってたもので、そのまま別れ際、ブー太郎が家までね、持って帰っちゃったんですよね、その財布を。で、そのさ、財布を持って帰ってしまったもんやから、ゆうちゃろうもね、もうひったくりにあったと思ってたらしいんですけど、その時。まあでもなんとか連絡、まあブー太郎返す気満々やったからさ、もちろん連絡返して、また2回目会うんですよね。で、まあその2回目に会った時に、まあお好み焼き屋さんでね、いろいろ、パスタ屋さんやったかな、ちょっとそこはちょっと曖昧なんですけど、多分お好み焼き屋やったと思うんですけど、パスタ屋さんやったかな。もうなんかちょっとここも曖昧になってるのがちょっと悲しいんですが。そう、まあ、そこでいろいろ語って。で、また結局ね、会ったからにはちょめちょめしたいっていう、そう、感情になって、家に呼んでもらったのかな、その時は。じゃあ、そこに同居人の人がまだいて、でもその時たまたまもうなんかどっか出かけてていなかったと思うんですけど、ゆうちゃろうにはその時別の同居してる人がいました。ね。てかこれ何慣れ初め動画なんかちょっと趣旨変わってきてない。だってもう14分でしょ。やっぱゆうちゃろうのことをね、語ろうと思ったらやっぱ1000秒は足りないわ。いや、ちょっと端折っていこう。なんかこう慣れ初めになってきてる。ちょっとおかしいな。まあそう。でね、まあそういうことがあって、だんだんこう、会いたい存在になっていくわけよ。だからあの時の気持ちがもう一番すごい、なんだろう、いろんな感情できつかったよね。なんか会えば会うほど好きになっていくのは分かってたし、ゆうちゃろはすごいね、会えば会うたびに、なんかもう、
言い方悪くしたらホストかな。なんやろ、ブー太郎をどんどん虜にさせてくるような甘い言葉をどんどん言ってくれるっていうのかな。こんなに好きな人に出会ったことない。なんかこんなにときめいたことがない。こんなタイプな人と出会ったことがない。もうまた会いたいみたいな。なんかもう絶対なんでもっと早く出会えへんかったんやろとか。で、もうずっと会うたびになんか嘘やろっていうぐらい、なんか草みたいなことをめっちゃ言ってくれるんやけど、その臭さが嫌な臭さじゃなかった。なんならもう心地よくて、なんかもうずっとこの人と一緒にいたいって、なんか日に日に思っちゃう。思ってはいけないのに。で、家に帰らなきゃいけないのに絶対。なんかもうずっとこの人といたいっていうのが会うたびに増していって、で、年越しですよね。なんか年越しの時になんか一緒になんか年越し迎えたいねって話になって。でもブー太郎にはちゃんとした家族があるから、本当はそっちにまっすぐ帰らなきゃいけないのに、もう気持ちにはどうしても嘘がつけなくて。でもブー太郎はどうしてもゆうちゃろと一緒に年末のこのカウントダウンを一緒に過ごしたいってことで、ゆうちゃろと無理やり時間を作って、初詣的なのも一緒に行った嬉しさ、なんか、複雑な感情ではあったけど、なんか、すごい悪いことをしてるんですけど、でもやっぱ嬉しさが勝っちゃって、あの時の初詣が一番ブー太郎の中では、なんか青春じゃないけど、なんかすごい心に残ってます。でも実はそこには、ゆうたろうの友達も実はいて、それが今のブー太郎の親友ちゃんのうちの一人なんですけど、実は。そこで出会うんですけど、初めてね。そう。まあ、その3人で行ったっていう内容は、今思うとすごい素晴らしいことなんだけど、初期のブー太郎とユーチャロの付き合い始めの頃にとっては、ちょっと、ブー太郎の思ってたお付き合いの時間とは違う前触れだったものでもあったんですけどね。そう。なんか初詣はすごい楽しかったです。なんか、でも、初詣が終わったら帰らなきゃいけないっていう現実は待っていたので、なんかそれもすごい、なんか、貴重でしたよね。ダメな関係だからこそ、より盛り上がってしまう気持ち。なんか、反比例なんですよね。比例って言ったらいいのなんか難しいですけど、こう、背景にしてはいけないこととか、どうしても、こ弊害じゃないけど、弊害っていうのは相手の方に失礼だな。ちょっと表現の仕方が難しいんですけど。でもここはあえて、弊害という例えで言うのであれば、あればあるほど、なんかより盛り上がってしまうというか。ねえ、まあそこで追い打ちをかけたのは、ゆうちゃろってその時体の体調がすごい悪くって、肌も本当にブツブツがすごかったんですね。今と比べ物にならないぐらい。で、そんな時にゆうちゃろの家にお呼ばれされた時に、こう、お風呂に一緒に入らせてもらってて、で、その時に、いろんな話をするわけですよ。で、ブー太郎とゆうちゃろ、もうごめんね、もう時間がだいぶなくなってきたから、だいぶ端折っていくけど、またいつか、随所随所の詳しい話はまた別の動画でしようと思うので、ね、もう大まかに言うとね、ブー太郎とゆうちゃろの思い出っていうのは、実は少ないんですよ。二人っきりの思い出って。何かしらが、こう、関わってきちゃうんですよね。どうしても。ゆうちゃろの人柄もあると思うんですけど、だから一番濃い恋愛として盛り上がった時期って、本当に出会いの慣れ初め時期というか、こう、いけないことをしてる時期。ブー太郎がまだ家庭があって、そう、悪いことをしてる時期。あとはもう付き合いたてほんと一瞬の当初が一番ある意味のラブラブ期っていうか、なんか恋愛をしているって感じ。なんかもうお互いが恋に落ちて、もうお互いが求め合って、熱く求め合ってる時期って、もうそこが一番濃いんですよ。なんかある意味ラブラブ期でした。で、まあそんな時に、まあこう、系列でいくと、次ね、
親友ちゃんを含めた4人の時間っていうのが2、3年続くんですよ。で、ブー太郎は、こう、やっとの思いでっていうのも違うか。なんだかんだいろいろあって、こう、なんかもう2人になることを選んで、ゆうちゃろうと一緒になることを選んで、2人の時間が、もう、これからずっと続くものやとしか思ってなかったんですけど、結構、こういう関係を大事にするゆうちゃろうは、ブー太郎の2人きりの時間っていうよりかは、こう、親友ちゃんも含めた4人の時間っていうのがずっと続くんですよ、2、3年。で、それが、当時は、正直辛かった。今思うと、もうかけがえのない、もう大切な時間だった。もう本当に戻れるなら戻って、またあの時の楽しさも味わいたいっていう気持ちは、今になったら思えるんですけど、当時はやっぱり、ブー太郎と二人っきりになりたくないんかなとか、すごいネガティブな時期が続いてて、だからそこからの2、3年間の思い出って、デートとかって、実は、ほぼほぼ二人っきりでできてなくって、もちろんゼロではないんですけど、もうどっちかっていうとその4人でよく遊んでいたっていう感じ。で、多分そこの不満とかも出てきちゃってたよね。ブー太郎も多分知らぬ間にこうゆうちゃろうにちょっと当たってたというか。でそんなこんなで一回その親友ちゃんとの縁が切れるんですよ。ね。で、やっと二人っきりに、なれるっていうのもおかしいけど、なれるんだな、みたいな、いい形ではなかったけど、ブー太郎としては、なんか複雑でしたけど、でも、ちょっと嬉しさもあったんですよね。二人の時間をやっと過ごせるみたいな。そう。でも、そこで、次は、ブー太郎のわがままで YouTube を始めるんですね。ゲーム配信を。ってなると、結局ゲーム配信の毎日だったりとかで、あんまり、なんだろうな、二人の時間を結局楽しまなくなったんですよね。視聴者さんありきの土日だったりとか。そう。で、でもそのタイミングで唯一行けたのが福岡の旅行。だから旅行って今まで二人っきりで行った旅行ってもう福岡の一度きりなんですよ。そう。で、そこからゲーム配信をずっとひたすらやって。そうだな。で、そのゲーム配信がちょっとフェードアウト、だんだんちょっとこうしてったタイミングでまた、その親友ちゃん二人との関係が復活するんですよ。そう。で、懐かしいって感じで。でもその頃にはもうブー太郎も、なんかもう二人っきりの時間をそこまで求めなくなってるじゃないけど、また別の幸せをちゃんと感じ取れるようになってたから、そっからの親友ちゃんが現れても、なんかむしろなんか懐かしくて嬉しかったというか、すごい楽しい1、2年間があったんですよ、また。だけど、またちょっといろいろあって、もう今にも至るんですけど、ちょっと疎遠になっちゃうんですね。ちょっとゆうちゃろうをきっかけに。ゆうちゃろうをきっかけにって言ったらゆうちゃろうに失礼か。なんかいろいろあったんでしょう、ゆうちゃろうはゆうちゃろうの中で。ブー太郎は未だにその親友ちゃんとね、交流はあるんですけど、ゆうちゃろうはちょっと距離を置いてしまってて。で、そんなこんなしてたら、次は、職場の後輩くんと仲良くなって、あんまりブー太郎との時間が取れなくなっちゃうんですよ。で、そこもフェードアウトしてきたなっていう時に、この今の UV カップルっていうチャンネルができて、っていう大まかな時系列なんですね。ちょっと細かく言うとまた全然違うけど、大まかに言ったらそんな感じ。だから、で、今この実写チャンネル始まってからは、親子との密度が上がったじゃないですか。もうゆうちゃろうの家族と土日は遊ぶことが多かったり、で、最近だと、ブー太郎の家族と再会もしてね、さらに家族時間が増えているっていう状況で、なんか、思い返すと、これ思い出、ここ行ったよね、こういうことしたよね、二人っきりでっていう思い出が、実は少ないんですよ。だから、今まで話してこなかった思い出話が聞きたいですとか、なんかこういうのろけエピソードが聞きたいですって言われた時に、意外ともう全部ほぼ話してるような、になっちゃうんですよね。配信期間も長いから。そう。そう。良くも悪くもですよね、これは。そう。でも、そうなった時になんで乗り越えれたかっていうと、やっぱり最初にも言った通り、
一番最初のいけない関係の時期だった時、プラス初期の付き合いたての思い出で、もうすごい濃い絆が生まれてるからなんですよ。そう。だから一番やっぱりゆうちろうとの思い出で、なんか根強く残ってるっていうか、やっぱどうしても愛のある思い出を語ってくださいってなると、やっぱり出会い当初ばかりが思い浮かべちゃうのはそこかな。濃すぎた、あの時期が。やっぱり一緒になろう、一緒にお付き合い、違う、ゆうちゃろう、そう、あれだね、逃亡事件の時にゆうちゃろうのとこに来たけど、結局でもやっぱり一人にならなきゃいけないと思って、結局別れというか、まあその時まだ付き合ってなかったけど、でも二人で一緒になる未来はないよねっていうので、こう本当の意味でも縁を切るじゃないけど、そういう選択をした時のやっぱ駅のホーム事件っていうのは、もうやっぱり一生忘れれないし、そうだなやっぱ帰りの、まあ電車で帰る日もあったけど、ゆうちゃんと出会ってね。だんだん会えば会うほどに、こもう終電さえも逃してしまう。なんか終電、もう電車で帰りたくない。で、ゆうちゃろうに夜な夜な、もう深夜帯に車で送ってもらうみたいな時期が続いてた時期に、すごいね、口数が減っていくんですよ。家に近づくば近づくほど、ブー太郎のね、帰らなきゃいけない場所に。そう。ってなった時に、こう、バラードが突然流れるんですよね。まあ、ブー太郎すごい覚えてるのが、浜崎あゆみちゃんの歌なんですけど、アンタイトルフォーハーやったかな。それの多分2やったと思うんですけど、1曲目じゃない方、2曲目の方。あとは桜。その2曲が入ってるアルバムがその当時確か発売したてで、で、ブータローもすっごいなんかいろんな感情がその時複雑だったから、なんかね、生きるってなんか辛いじゃないけど、なんかすごいね、その曲を聴きながら二人で泣いてたなっていうのがやっぱ覚えてるかな。なんかさ、もう20分過ぎてるし、もうなんか1000秒以上語っちゃってるし、無理だわ、やっぱり。ごめんなさい。1000秒でうまく語れなかった。なんかやっぱゆうちゃろのとのこのろけ話ってなるとね、なんか単純にのろけれないんだよな。まあでもじゃあ最後に、単純なのろけで言うと、あれだな、ブタロが誕生日の日に、サプライズしてくれたことがあって、突然、仕事帰りに。行きたいとこがあるって言って、連れてってもらったとこが、なんかすごい大阪のね、行ったことない、なんかすごい照明の暗いバーやって、なんか、そこで、なんかいろいろ、なんやろ、コースとかをね、考えてくれて、なんかすごい照れながら、なんかありがとうとか言いながら、語ってた、あの誕生日サプライズは、嬉しかったな。うん。なんかそれから以降は次の年はそれこそ親友ちゃんありきの誕生日だったし、うん、そっから自然となんか美味しいご飯を食べに行く誕生日だったりとかばっかだったかなって思うので。だからもう思い出って本当にね、もうどこ行ったとかってのも家なんですよね。家時間が思い出だったなっていう。なんかもうそれこそ一緒に好きな作品をひたすら見る。ネットフリックスとか。なんかテラスハウスをもう全シーズン一緒に全部見たりとか、テスパレートの妻たちをひたすら見るとか、まあ、映画もいろいろ見たし、ホステルとかさ、あとはお互いのおすすめな映画とかアニメとか、なんかそういうのを二人時間はひたすら過ごしてて、なんか、でもあれもすごいなんか幸せだし、今も続いてるよね、それは。渡る世間もさ、去年とかはひたすら一緒に作品を見てたし、まあ、相乗りとか、そうだな、なんかそれめっちゃなんか、もうなんかすごい、微笑ましいな。なんかその時間が幸せでした。なんかどっかとか行った、ここに行ってこういう思い出とかは、
二人っきりであまりまだ作れてないけど、でもそれってまだまだ叶えれるし、ね、楽しみがある要因の一つとしてはいいのかなと思ってて。そうだな。だから、のろけるなら一緒にいろんな作品を共に見て、笑い、いろいろ語り、してきたことかな。で、そうだ。大事なことだよ。で、話がずっと添えてたけど、そう。なんでも、ブー太郎がね、結局一番残ってる思い出っていうのは、そのいけない関係にあった時に、めっちゃ語ったんですよ。うん。過去のトラウマとか。なんだろう。なんか自然と話せた。ゆうちゃろうになら。ゆうちゃろうは小学校の時こういうことで、こういう子だった。で、こういう嫌なこともあったとか。でそういうことを話すことによって、ゆうちゃろうも同じ返してくれたんですよね。キャッチボールをしてくれた。自分も実はこういうことがあったんだよ。こういうことがあったんだよ。みたいな。で、ブー太郎って基本的に友達とかに心を開けないタイプなんです。あんまり。もう一人で考えて一人で自己解決。まあ、できちゃうじゃないですか。正直、あまり人の意見を参考にしても、なんか、大体分かってるよっていう答えしかあんま返ってこなかったイメージというか、結局何を言われてもやっぱ自分がどうしたらいいかが大事だと思ってるので、なんかそう思った時に、でもなぜかゆうちろうには自然と甘えることができて、なんか全てをさらけ出せれたんですよね。そう、嘘偽りなく。やっぱブー太郎はずっとね、いけないこういう関係をしてるっていうことさえも周りに黙りながらさ、まあ黙ってもなかったか。自分からバラしたりもしてたな。難しいけど。とにかく、もう初期段階でね、かなりの絆を深めたのがでかかったんですよね。こう10年続けれたのって。信用できたのが。信用できたのが早かった。うん。で、そこに、こう、追い打ちをかけるかのように、ゆうちゃろうが、もう自分はそんな人生長く生きれないかもしれないっていうことを言われたときに、もうこの人は失いたくないなって思ったんですよ、ブタロウは。うん。矛盾してるけどね。なんか、この人の残り少ないかもしれない人生の中に、ブー太郎が隣で支えたいって思って、より、なんか、ヒートアップしちゃったんですよね。今、大事にしなきゃいけない人たちを、こう、ないがしろにしちゃった。うん。そこは本当に大きかった。まあでも、ね、今となっては、その、なんかもう30歳まで生きれないかもしれないみたいなことを実は聞かされてて。そう、でも今、ちゃんと順調にね、生きているし。まあだけどね、もしかしたら、あながちその時の診断はさ、されたことには間違いないから、やっぱ早く健康診断も行ってもらいたいなとかも思うし。うん。ダメだ。なんかもううまく喋れない。でもとにかく、すっごいね、大事な時間を初期に過ごせた。で、その間にいろんな気持ちの葛藤ができた。なんで一緒に二人っきりでこんなに入れないんだろうと。でもやっぱりもう全部に意味があったんだなってやっぱ今思えてます。で、今は家族時間を大事にできて、それはそれで唯一無二だから、やっぱ一生は無理だからね、親孝行じゃないけど、まあ未だに世話になりっぱなしの部分もあるし、親孝行できてる部分もあるだろうし、それはお互いだと思うから、ね。でも本当にこれがもう愛だと思ってて、いくらでも別れるタイミングはあった。喧嘩もたくさんして。もういっぱいブー太郎はすぐ感情が爆発しちゃうし、もうなんかもういいやってなりやすかったりするので。でもそこで諦めずにずっとこう手を離さないでいてくれたのがゆうちゃろう。そう。だからゆうちゃろうがほんとブー太郎をもうギュッと抱きしめてくれてたんですよ。マジで。全力の愛で。もうそれはマジで感じれたから。だから、その全力の愛をぶつけてくれたゆうちゃろうじゃなければ、うーたろうはとっくに恋愛を諦めてたし、ここまで恋愛が素晴らしいものだっていうことに、絶対気づいてなかったので、嫌なことも含め、
ずっと逃げないでよかったなって。自分にもだし、ゆうちゃろうにもだし。恋愛することによって自分のこういうとこが嫌になったりとかさ、相手のこういうとこが嫌になったりとかさ、した瞬間にやっぱ別れをパッて選んでたら、やっぱ気づけなかったんですよ。恋愛って諦めないことだと思うんですよね。お互いがお互いを。そう。だからこれからも、言うてこんな偉そうに語ってるけど、まだ10年ちょっとしか、ある意味では。そう、長い人生ね。もし100歳生きるとしたらまだ10分の1ですから。そう。だからこれからまだまだいろんな壁があるだろうし、まだいろんな知らない部分もあるだろうし。ね。でも、ブタロウは絶対にもう逃げたくないし。口ではね、たまに強がってもういい、別れるとか言っちゃうけど、でも本当の意味では、もう絶対に別れないし。それがこの間のね、一番最近あった大喧嘩で、なんか自分にも自信がついた。一旦、もう本当にね、別れるっていう話まで行ってさ、ゆうちゃろうもなんか止めてくれなくなった時に、多分今までの昔のブー太郎だったらもうそのままお別れしてたんです。だけど、ちゃんと自分がこのままじゃ後悔すると、ちゃんと理解できて、ちゃんと素直になれて、自分から寄り添う向き合おうってなれたのは、本当になんか自分の中にちゃんと愛があったって安心できた出来事でもあったし、やっぱ全てね、悪いこともいいことに変換できるなってブー太郎は思っているので、これからもこのブー太郎の秘密基地もそうだし、本チャンネルの UV カップチャンネルでもたくさん愛の歴史を皆さんに見届けてもらえるような、コンテンツになると思ってます。なんか本当ある意味リアルドキュメントですよね。この動画ってと思ってるんですよ。皆さんは本当天使で祝福人でなんかいつも肯定な目で見てくれてるけど、今後も UV カップルの未来がどうなるのか。ね、年老いてまで YouTube やってるのか。YouTube のことでもいっぱい喧嘩したしね。いやだけど、もう本当に後にも先にも、ウータローは本当にゆうちゃろうに出会えたことが財産で、もう最近ずっと言ってるけど、宝くじなんかが当たるよりも、よっぽどすごい奇跡を引けたんだなっていうか、引けたは失礼か。出会えたことって本当に奇跡だと思ってて。だからブータローは今後、お金に困ろうが、何があろうが、もうこんだけもう幸せを手に入れたから、それは代償が来て当たり前だなと思って、いろんな、ね、これからチャーダーを狩る壁も絶対乗り越えてみせるので、皆さん、どうぞこれからも見守っていってください。もうごめん、なんか全然うまく喋れなかった。ね、なんか意味わかんない動画になっちゃったな。なんか思ってた、ブータロが思ってた動画にもなってないし、多分これを求めてた方もこんな動画を求めてたんじゃないんだろうなって思われてるかもしんないけど。でも大好きなんです。やっぱゆうちゃろが。ムカつくこともいっぱいあるけど。そう。やっぱり、ゆうちゃろが幸せでいてほしいっていうのが一番なので、これからもよろしくって感じです、こんなブー太郎。なんか謎の動画になった。反省。でももう撮り直すのも違うなって思うんで、このまま流させてもらいます。はい。では、ありがとうございました。こんな謎の話をひたすら聞いていただいて。でもある意味っていうか絶対のろけだったよね、これは。だって愛なんだもん。愛しかないトークだもん。そう。だけど、もうほんとブー太郎は犠牲もいっぱい伴ってきたから、もう本当にその人たちには顔を向けれないし、こんなに幸せにはなっていけない存在なんですけど。っていうのがやっぱ来ちゃうんだよな。この罪悪感は一生消えないし、これとは一生向き合わなきゃいけないんですけど。はい。今いる人を大事に、繰り返さないように。やっていきます。ではでは、ありがとうございました。またチャンネル登録やグッドボタン、コメントよろしくお願いします。またね。ありがとうございました。じゃあ今日は、どっかデート、プチデート行ってきます。バイバイ。